んにちは、ゆうかです。今日は競馬日本一周山梨県編です。イエーイ。前回大分編をやったんですけど、その時の高評価数が1710だったので、今日もきっちり1710円用意してきました。今日はこの予算を使って山梨を観光しようかなって思ってるんですけど、何気に山梨観光初めてですね。調べてみたら山梨にはいろんな観光スポットがあって、どこに行くかすごい悩んだんですけど、頑張ってルートを組んでみたので最後までお楽しみください。それじゃあキーを抜くまで気を抜かずに出発進行。まずは皆さん、前回の動画にたくさんの高評価ありがとうございました。おかげさまで1万高評価以上ついたので、今日は予算がたくさんです。めっちゃ嬉しい。前回は1万円予算がなかったから、もうちょっと予算増やしたいなって思ったんですけど、今回はね、たくさん満喫できそうで楽しみです。ちなみに今は富士吉田市を走っているんですけど、もうそこに富士急が見えるんですよね。めっちゃ近い。富士急行きたい。私山梨県に来るの初めてかなと思ったんですけど、富士急はちっちゃい頃から何回か来てましたね。おお、霧がすごい真っ白だ。あっち。まず最初の目的地はあそこです。結構有名な場所だからみんな知ってるかな。最初調べて写真見た時に、これドローンで撮影してるのかなって思ったんですけど、どうやら普通に肉眼でその景色が見れるらしいんですよ。めっちゃ楽しみです。でも今日の天気はちょっと曇り。富士山見えるかな。山梨はね、富士山が綺麗に見えるってよく聞くので、富士山見たいですね。今から行くところもそうなんですけど、山梨は海外人気がすごいんですよ。ホテルとかも海外のお客さんが多くて、今回予算は多いんですけど、インバウンド価格が少し心配です。やっぱ観光地はしょうがないんですけど、物価が高くなるから不安ではあります。皆さんからいただいた高評価、大切に使わせていただきます。山梨ってすごい自然が綺麗ですよね。山梨って言うけど山ありじゃないもう山しか見えてないくらいめっちゃ山が綺麗だよ。到着しました。朝倉山浅間公園。ここは富士山五重塔を一緒に見られる日本らしい絶景で有名なスポットです。398段の階段を登った先の展望デッキからは富士吉田の街並みと富士山を一望できるみたいです。398段の階段か。絶景を見たいので頑張って登ります。でも階段結構緩やかですね。きついっちゃきついけど、まあ頑張れるぐらいの階段です。いや、そんなこともないですね。段差が絶妙に違う高さで結構疲れるやつだ。まあ私は最近ウォーキングも始めて毎日1時間歩いてるので、このぐらいは楽勝です。やばい。この水たまりと段差がきついね。階段を少し登って荒倉富士浅間神社に到着しました。神社の撮影は良くないと思うので、お参りだけして引き続き階段を登ろうと思います。じゃあ行ってきます。ここの階段は昨夜花道って言って、朝倉山浅間公園に続く398段の階段につけられている名前です。隣に坂道もあってすごい誘惑されるんですけど、せっかくなので私はこの階段を頑張って登っていきます。398段の階段を多分上がりきりました。正直めちゃくちゃきつかったです。でも頑張った先には綺麗な景色があるはずなので、あともうちょっと頂上に向かって歩いていきたいと思います。五重塔があるところまでやってこれました。ここは忠霊塔っていうんですけど、私の目的地はあそこです。あそこに展望台があるので、そこに向かって歩いていきます。すごい、この辺は全然日本語が聞こえない、海外にいるような気分になりますね。何言ってるかは全然わかんないんですけど、みんな多分階段がきついって言ってます。それだけは世界共通ですね。みんな仲間だ。じゃーん、頂上の展望デッキに到着しました。めちゃくちゃ景色が綺麗。
なんですけど今日は曇ってるせいなのか富士山は見えないですね。晴れてたらこの辺に富士山が見えるんですけど、ちょっと合成しときますね。こんな感じになります。うわー、富士山見たかった。まあでも曇りは曇りで逆に赤い中冷灯がより映えてて、それもそれでいいですね。そこに見えている街並みは富士吉田市なんですけど、さっき私がちょうど車で走ってきたところですね。なんとか階段を下って車まで戻ってこれました。きつかった。帰り道はねきつかったので坂道を使っちゃいました。すごい疲れたんですけど景色は本当に良かったな。大自然でリフレッシュされました。ということで次の目的地に向かっていきたいと思います。さっき駐車場から出てくる時に出店が結構あったんですけど、和牛串が売られてたんですよ。いくらだと思いますか？なんと2500円。すごい値段じゃないですか？そんなに美味しいのかな？逆に気になって買おうかなって思ったんですけど、今日の予算の4分の1も使っちゃうからやめておきました。さすがにそんな大富豪な使い方したらね、みんなも高評価をしてくれなくなったら困っちゃうので、ちゃんと大切に使っていきますよ。お腹空いてきたな。次行くとこは観光で有名なスポットでもあるんですけど、食べ歩きでも有名なスポットなんですよ。だからお昼ご飯がてらちょっと食べ歩きしたいなって思っています。1品5、600円とかだったらありがたいんですけどね。信玄餅とかも食べてみたいな。そういえば山梨って武田信玄が有名な武将ですよね。ちゃんと授業受けとけばよかった。合ってるかわかんないんですけど、信玄餅って多分そっから来てるよね。武田信玄の信玄。よく食べてて好きだったから信玄餅って名付けられたのかな。この餅美味しいな、わしの名前にしようみたいな。なんか私がもし偉い人だったら有価餅みたいな。さっきの場所からだいたい20分ぐらい運転して、あともう少しで着きそうです。このまま運転頑張ります。到着しました。ということで観光と食べ歩きしていきたいと思います。到着しました。忍野八海。ここは富士山の雪解け水が長い年月をかけて湧き出してできた8つの遊水地がある人気観光スポットです。ここは湧く池といって忍野八海の中でも特に有名な池で、昔はこの池の水が NASA の宇宙研究にも使われたことがあるんだそうです。この花咲夜姫が沸かしたという伝説も残っている神秘的な場所なんだそうです。なんか水が青くない？その辺特にめっちゃ青くて透き通ってますね。でも中にコインを投げる人が増えてるらしくて、こんな感じでね1円玉10円玉が結構落ちてるんですよね。これはね禁止行為なんですよ。なので皆さん見かけたら勇気を出して注意してみてください。私もコミュ障なりに頑張ります。ここはメインスポットでもある中池です。めちゃくちゃ水が綺麗ですね。そこから水が湧き出てるそうなんですけど、水深8メートル、結構深いですね。中池の周りはこんな感じで、お土産屋さんや食べ歩きのお店がずらーっと並んでいます。お腹が空きすぎたので私は最初に食べ歩きをしたいと思います。鮎の塩焼き頼んでみようかな。1000円買ってみよう。じゃーん、鮎の塩焼きを注文してみました。他にもヤマメだったりイワナだったりいろんな魚がありました。それじゃあいただきます。がぶりついちゃう。丸々焼いてるから内臓もそのままで苦味はあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。さっきそこの池にはニジマスが泳いでたから、ちょっと鮎食べるの申し訳ないっていうか
怖がられそうですよね。私もいつか川で釣りをして自分で鮎を釣って焼いてみたい。ごちそうさまでした。一瞬で完食しちゃいました。これで予算が1710円から9710円になりましたね。まだまだ楽しめそうです。中池の遊水口にやってきました。見てください。ここは深さが8メートルもあるのにそこまで見える。魚がたくさんいてちょっと釣り堀みたいですね。これはニジマスなんですかね。最近釣ったばっかりだ。ここは富士山の湧き水だそうです。ちょっと手洗ってこっかな。水筒とか持参してるとここの水を持ち帰ることもできるそうなんですよ。けど私は持っていないのでそのまま直で味見してみます。あ、美味しい。ごちそうさまでした。3つ目の池に到着しました。ここは鏡池って言います。なんで鏡池っていうかというと、富士山が反射してここに映るらしいんですよ。映るかどうかはその日のコンディション次第ですね。近くで見るとこんな感じです。確かにここに富士山が映ったらめちゃくちゃ綺麗なんだろうな。4つ目の池、勝負池に到着しました。ここはかつて勝負が自生していたので勝負池っていうそうです。バトルの方の勝負じゃありません。この池の勝負を体に巻いて祈願すると病気が治るっていう伝説があるそうです。これが勝負なのかな。伝説にしてはちょっと多いですよね。かつてあったってことは今はないのかな。ちょっとよくわかんないんですけど、わかる方いたらコメント待ってます。ここで皆さんに訂正があります。ちょっと勘違いしていたんですけど、中池は忍野八海の8つの池に含まれていないそうです。なのであと池が5つですね。めっちゃ多いな。頑張って全部回りたいと思います。4つ目の池に到着しました。ここは濁り池といって、名前の由来は昔濁っていたからだそうです。今は全然濁っていないし、むしろ透き通ってますね。5つ目の池、銚子池に到着しました。ここは昔花嫁さんが銚子というお酒を入れる入れ物を持ったまま池に身を投げたという伝説がある池です。池の底から砂がふわっと舞い上がりながら水が湧き出ている様子を見ることができるそうです。縁結びの池とも呼ばれていて、恋愛や夫婦円満のパワースポットとしても人気な池なんだそうです。恋人や夫婦円満、やばい。私はまず探すところからですね。やばい、逃げろ。飛び込め。調子持ってない。いつもお酒を入れてる入れ物持ってるのに今日に限って持ってなかった。6つ目の池、お釜池に到着したわよ。こっちのお釜じゃないんですけど、ここは忍野八海で一番小さい池なんだそうです。ここにも魚がいますね。こんなちっちゃいように見えて結構深い。何メートルあるんだろう。諸事情で車に戻ってきました。池は全部で6つ回ったんですけど、あと2つは時間の都合で泣く泣く断念しました。なので軽く紹介だけしますね。こういう感じで行ったとこは青く印つけていたんですけど、底抜け池と出口池は行けなかったんですよ。この出口池に関してはちょっと遠かったんですよね。だから時間がなくて行けなかったんですけど、底抜け池は資料館の中にあって見つからなかったんですよ。なので写真だけここに貼っておきます。こんな感じです。帰り道に草餅と串団子を買ってきました。2つずつ買って700円しました。それじゃあいただきます。中にあんこが入ってて甘くて美味しい。本当は信玄餅も気になってたんですけど、忍野八海の名物はこっちの草餅だということで草餅を買ってみました。ちなみに信玄餅は売ってなかったです。団子うま。ちょっとしょっぱい感じの醤油かなかかっててめちゃくちゃ美味しい。
よし、これでパワーがついたので引き続き運転頑張りたいと思います。なんですけど、次予約しているとこが時間の都合で結構ギリギリなんですよ。なのでちょっと次のとこにワープさせてください。ワープとじゃん、ワープしてきました。あれから車を1時間ほど走らせて、今は広線っていうところにやってきました。後ろにもちらっと見えてるんですけど、今からさくらんぼ狩りに行ってこようと思います。やっぱり山梨はフルーツ王国とも呼ばれているので、今日は絶対フルーツ食べたいと思って、今の時期にぴったりなさくらんぼを選んでみました。おー、見てください、さくらんぼの木だ。初めて見たかもしれない。ここの広瀬園はじゃらんのランキングでも1位だったんですよ。だからめちゃくちゃ美味しいはず。それじゃあいただきます。ここに置いてある脚立に登って上のさくらんぼを食べると甘くて美味しいんだそうです。じゃーん、取れました。めっちゃ美味しい。私いちご狩りとキウイ狩りとあとぶどう狩りは行ったことあるんですけど、さくらんぼ狩りは初めてですね。楽しい。この大きさだったら無限に食べれちゃいそう。では目標は100個でいきたいと思います。大量ゲット。赤いのを選んでつまんでみました。これは佐藤錦っていう種類なんですけど、すごい人気で甘くて美味しい種類らしいです。マジで無限に食べれるな。今登っているこの木はカイルビーといって山梨にしかないさくらんぼの種類なんだそうです。カイルビー食べてみよう。めっちゃ赤い。柔らかい気がする。美味しい。ちょっとすいません、一回集中していっぱい食べさせてください。制限時間が30分なのでね、元を取ります。上の方が赤くて美味しいんだよね。農家の方が高いところを取るの大変でしょうって言っていっぱい取ってきてくれました。やったー。しかもめっちゃ赤い。私が取ってたやつよりも赤くない？めっちゃ甘っ。もうちょっと暖かくなってきたら桃狩りとかぶどう狩りとかも始まるみたいだから、また狩りに行きたいな。時間になりました。めっちゃお腹いっぱい。リアルに100個以上食べた気がします。ということで時間になったのでさくらんぼ狩り終了しました。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。特に一番好きだった品種はカイルビーっていう山梨限定の品種なんですけど、もうね、甘くて美味しすぎました。まだ値段言ってなかったですね。実はここ3500円もしたんですよ。ちょっと値段は高めなんですけど、でもカイルビーも山梨にしかない品種だし、こういう体験ができて大満足です。いや、めちゃくちゃ美味しかったな。この辺はさくらんぼ園とかぶどう園とか桃園、いろんな果物があるんですよね。ここも全部さくらんぼだ。じゃあここで皆さんに問題です。この中で山梨県で生産出荷が1位のものはどれでしょうか。丸1、ミネラルウォーター。丸2、ぶどう。丸3、桃。丸4、ワイン。さあどれでしょうか。考えてみてください。正解は全部でした。すごくないですか。結構日常的に食べてるもの飲んでるものが全部山梨が1位ってめちゃくちゃすごいことですよね。でも梨は全国1位じゃないそうなんですよ。なのに山梨県、山桃県とか山ぶどう県にしたらいいのにね。さっき道中にリニア見学センターがあったんですよ。
リニアめっちゃ気になるから見ていきたいなって思ったんですけど、今日だけリニアの試験走行日じゃなかったんですよね。昨日も明日もやってるのに今日だけやってなかったんですよ。ご縁がなかったです。でも500キロで走る乗り物って普通にやばくないですか？パパクリの何倍だ？6、7倍東京から大阪は67分で行けちゃうそうなんですよ。めっちゃ気になる。できたら絶対乗りたいな。行きはリニアで帰りは夜行バスとかやってみたいですよね。いやーでも今日本当に晴れてたらね、富士山も見えて最高だったんですけどね。最初行ったところでも海外の方が「おうマウント富士」って言ってたから、もう私のせいで雨は降らせなかったんですけど、曇り女発動させてしまって申し訳ないです。富士山ってよく山梨のものなのか静岡のものなのかバトルしてるじゃないですか。気になって調べてみたんですよ。そしたら両方のものって出てきて、山頂の住所も特に決まってないそうなんですよ。まあでも私は静岡県民だから静岡のものとして主張していきたいですね。今は山梨らしい一本をゲットしに行きたいなって思ってるんですけど、みんなどこに行くかもうバレてますかね。ぜひ予想しながら楽しんでください。よし、到着しました。勝沼ワイナリーマーケット新田商店。ここで私のお目当てのものをゲットしていきたいと思います。中に入ってみるとこんな感じでワインがずらーっと並んでます。すごい種類のワイン。おーワイン好きにはたまらないですね。こっちのお部屋にはワインを試飲できる場所もあります。でも私は今日はドライバーなので絶対試飲はできないんですけどね。試飲も楽しそうだよね。じゃあそしたら山梨でたくさん作られているブドウの甲州ブドウで作った甘口が、まあこれかこれですね。で赤だとこのアジロンダックっていうイチゴみたいな香りがする、甘口ですね。でロゼだと巨峰で作ったロゼ。であとまた白いブドウになりますけど、デラウェア、生でも食べるデラウェアで作った甘口や、やっぱり生でも食べられるナイアガラっていうブドウで作ったこれは極甘口ですね。ありがとうございます。お店の方に聞いてみたら、ここに置いてあるノムちゃん、これが新しいワイナリーでちょっと珍しい種類なんだそうです。ここに書いてあるのがブドウなんですけど、このブドウが全部入ってるそうなんですよ。これ気になりますね。これお土産に買っていこうかな。じゃーん、購入してきました。値段は1980円しました。今回は高評価数が多いおかげでこんなに素敵なものまで買えてめちゃくちゃ嬉しいです。やっぱり山梨はワインの生産量が1位だからずっと気になってたんですよ。帰って飲むのが楽しみです。最後の目的地に到着しました。明治37年創業浜の屋。ここは山梨名物のほうとうなどが食べられる郷土料理屋さんです。それじゃあ入っていきましょう。メニューはこんな感じになっていて、ほうとうだったり馬刺し、そして山梨のブランドサーモンだったり、いろんなメニューがありますね。何頼もう。めっちゃ悩む。ちょっと考えます。ちなみにワインの種類もめちゃくちゃ多いですね。予算的にもなんですけど、今日は車なのでお酒は頼まないでいきます。まずはブドウジュースを頼んでみました。本当はワインも飲みたかったんですけどね、今日はブドウジュースで手を打ちました。乾杯。美味しい。なんかグラスもおしゃれですよね。山梨の郷土料理ほうとうを頼んでみました。鍋がめちゃくちゃでかいですね。伝わるかな。めっちゃ熱そう。体が温まりそうですね。
ほうとうはこういう太いもちもちの麺を野菜と一緒に味噌ベースのスープで煮込む料理なんだそうです。私初めて食べるんですよね。ちょっとうどんに近い感じなのかな。野菜も大好きなのでめちゃくちゃ嬉しい。うまそう。それじゃあ人生初ほうとういただきます。確かにもちもちだ。すごく体に優しい味がします。私こういうのめっちゃ好きなんですよ。美味しい。今日は食べ歩きとさくらんぼしか食べてなかったから夜ご飯はすごい楽しみにしてたんですよね。じゃーん、予算が少し余ってたので山梨のブランドサーモン頼んでみました。美味しいかな。プリプリだ。山梨は湖や川も多いから魚も結構人気ですよね。今日は魚がいっぱい食べれて幸せです。昔は山梨が寒い地域だったっていうこともあって体が温まる家庭料理としても食べられてきたそうです。あとは戦国武将の武田信玄が戦の時にこれを栄養食として食べてたっていう説もあります。本当かは分かんないんですけどね。武田信玄さっきからちょこちょこ可愛いですよね。ごちそうさまでした。ほうとうとサーモンとぶどうジュースめちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで競馬日本一周山梨県編でした。気になる夜ご飯の代金は3350円でした。予算内にきっちり収まりました。今日は美味しいものも食べれたしいい景色も見れたし大満足な旅でした。ただ曇っちゃって富士山が見えなかったのはショックだったんですけどまたリベンジしたいですね。やっぱり予算が1万円あるといいですね。すごい自由に観光できて楽しかったです。ぜひこの動画にもたくさん高評価をお願いします。次はちょっと遠出したいなと思ってるのでまだどこの県に行くかは決めてないんですけど予算いっぱい使えますように。山梨といえば富士五湖が有名だと思うんですけど今日も行こうと思ったんですよ。なんですけど私は最近釣りにハマってるので今度がっつり釣りで行きたいなと思うのでまたお楽しみにしていてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。山見て見て、ここに置いてあるカラーコーンもちゃんと富士山で意識が高い。